こんにちは。今日は大きなネットバッグを作っていきます。横幅だいたい40センチぐらいにしていきます。たくさん物が入る便利なサイズで作っていきます。作り方は普段は底から編んでいくんですが、今回は脇から編んでいきます。ちょっと変わっていてとても面白い編み方なので、よかったら作ってみてください。使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン、極太で色はホワイト、40g で約40メートル。使用かぎ針の目安は8号。今回はこれを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、今回使用する糸はだいぶ太くて、だいたい 2.5 ミリぐらいに見えると思います。この糸を使って編んでいきます。作り方の説明をします。これは以前に編んだバッグ。普段はこれを底から編んでいくんですが、今回は脇と底と脇とストラップと編んでいきます。そうすると底と側面の模様が揃えやすくて、簡単に模様を揃えることができます。で、ぐるっと作ったら、この側面反対もで出来上がりです。一回してもらうとあまり難しくないので、一緒に作っていきたいと思います。で、まずここから編んでいきます。今回はこれよりもう少し広くして四角5つ。四角5つで作るときには鎖を11、鎖を編んでいきます。鎖を11。私は今回四角を5つ、四角5つにする場合は鎖を11、2の倍数プラス1にします。で、四角の数は必ず奇数にします。10、11、11目目を指で押さえます。ここから鎖を4つ。1、2、3、4。針から7個目に長編み。1、2、3、4、5、6、7。7個目の表でも裏でも大丈夫です。長編みをします。これで四角ができました。次も四角を作ります。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み。次も四角。次も次もこれで四角が5つ。1段目ができました。次は2段目。鎖4つ。1、2、3、4。裏返します。足元
1つ飛ばして2つ目、2つ目はこの長編みの上、次も四角、鎖、長編みの上、鎖、で端でも四角を作ります。まず鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、ここが見分けにくい場合は裏返して、ここが1つ目、1つ飛ばして2つ目、ここに長編み、これで2段目が出来上がりました。次は3段目、また同じように編んでいきます。鎖4つ、4、裏返して、また1つ飛ばして2つ目は長編みの上、でまた1つ飛ばして2つ目、これで3段目、これを繰り返していきます。でこの四角の数はこれから作りたいこことこことここを合計して編んでいきます。私は今回58段四角を作ります。58段編んできました。長さは約91センチ。次は底と脇を区別するためにマーカーをつけます。私はまず端から18、底は22、次18、こんな感じのバランスで作っていきます。長さで言うとここは30センチ、底は34センチで、これをもっと底を広くしたい場合や狭くしたい場合、この四角の数を減らしたり増やしたりします。深さも四角の数を増やしたり減らしたりするとお好みのバランスになります。でもっと小さくする場合は四角をほどくことになります。で好みのバランスになったら、次はストラップを編んでいきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖を2つ、1、2、裏返します。次はこの長編みの上、未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて長編みの上、この3本のうち2本から引き抜きます。
これで未完成の長編み、鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜きます。これで数が減って三角形ができました。マーカーをつけておきます。次から四角の上に四角、今までと同じ。で、3つ目の四角は最後の長編みを未完成の長編みにします。四角2つ編んで鎖1つ、次は未完成の長編み、この2本から引き抜きます。次はこのままこの鎖の下から3つ目、1、2、3、ここに針を入れて未完成の長編み、2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。これで数が減って三角形ができました。こっちは四角1つのストラップなんですが、今回は四角3つの幅でストラップを作っていきます。今この部分、次から四角3つを続けていきます。また鎖を4つ、1、2、3、4、裏返して四角を作ります。四角、3つ目の四角はこのマーカーのついたところ、三角の上のところ、鎖1つ、これで四角が3つ、次も3つ、鎖4つ、裏返します。また四角、でこんな感じで編んでいきます。次また四角を4つ、裏返して四角で、これを繰り返していきます。この長さはご自身の肩にかけてちょうど使いやすい長さにします。でしばらく編んでいきます。28段編んできました。長さは約49センチ。こんな感じで仮に留めてみて肩に当ててみます。あともう一段編むので、それも含めて考えます。それと使う時には最初のうちもうちょっと伸びるので、それも含めて考えます。でちょうどよかったら最後にこの三角と四角を編んでいきます。で今糸が出ているところ、
鎖を4つ、1、2、3、4、裏返します。鎖の根元に長編み、これで三角ができました。次はまた四角、四角の上に四角、これで四角が3つ、鎖を1つ、三角を作ります。最後の長編みの同じところ、もう一つ長編みをします。これで三角、三角と四角で、これでこっちとつなぎます。で、少し長めに糸端を残して糸を切ります。30センチぐらいで、ねじれていないか確かめます。今切った長い糸端が右になるように持ちます。で、一つずつとじ針で合わせていきます。まずこの端、次は四角の上、長編みの上で四角の上と一つ一つ合わせていきます。で、ここは結び目を作らずに長編みから抜いています。で、こっちは鎖4つ、1、2、3、4、こっちの方が1、2、3、4で、4つ目ではなくて下から3つ目、1、2、3、この鎖の合わせた時の内側、こっちのこっちで言うとここ、合わせた時の内側をすくっていきます。下から3つ目の鎖、向こうはこの長編みのところ、ここに鎖のように見えるところがあるので、こっち側で、端はしっかりするようにもう一度、で、次はこの四角の上、ここに鎖があるので、この合わせた時の内側、向こうは三角、三角の上、これの手前、で、次長編みの上、次四角の上、で、端まで合わせていきます。最後の四角の手前まで縫ってきました。次はこの鎖4つの下から4つ目、1、2、3、4、ここに針を入れます。で、ここと
前はこの四角の上、次はこの鎖の下から3つ目、手前はこの長編みの上、で端はもう一回、これであとは針を通して終わりにします。でこっちも同じように隠します。次はこの部分を作っていきます。ここからスタートして往復編みで四角を作っていきます。こっちで見るとこの部分、脇と底、マーカーのついているところで、今まで表裏がなかったんですが、これからはこの縫い合わせた目立たない方を表にしようと思います。こっちが表、表で、表が手前になるようにします。こっちが表で、このマーカーのところから始めます。この四角と四角の間で、新しい糸を引き出します。鎖を4つ、1で、この糸端は編みくるんでいきます。2、3、4、四角を作ります。ここに長編みで、針を入れやすいところに入れていきます。これで四角、次も四角、また四角、でこのまま次のマーカーのところまで編んでいきます。ここまで編んでいきます。次のマーカーの手前まで来ました。また四角を作ります。マーカーのところに長編みを編んで、最後の四角、これでこの広い面の1段目、次は2段目、鎖4つ裏返します。で、また四角の上に四角、次また四角で、端まで編んでいきます。鎖の下から3つ目、ここに最後の長編みで、また次の段、これを全部で17段
この脇の部分、ここを18段編んだので、この広い面は17段、この脇よりも1段低くなるまで編んでいきます。17段編んでいきます。両方とも編んできました。今はこんな形になっています。次は四角を17段編んだ後に細編みを2段、こんな感じにしていきます。四角の後に細編み2段、今糸が出ているところから始めます。細編みをするので鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編み、四角に細編み、次は長編みの上、次は四角で、こんな風に四角と長編みの上、四角と編んでいくんですが、ちょっとだけ飛ばすところがあります。この一つ目の長編みは編んで、次は飛ばして飛ばす、次また編んで飛ばして飛ばす、四角は全部編んでいきます。編んで飛ばす飛ばすという感じで端まで編んでいきます。で、ここは編んだので次は飛ばします。四角の後に四角、もう一つここを飛ばします。四角の後に四角、こんな感じで少し狭くなりました。四角の後に四角を編んで、次は編みます。四角、次は飛ばします。四角の後にすぐ四角、ここも飛ばします。四角の後にすぐ四角で、四角、次は編みます。四角、飛ばす飛ばす、編んで飛ばします。飛ばします。端まで来ました。ここは編んだので次は飛ばします。飛ばして次の四角、この時に下から3つ目を指で押さえておきます。1、2、3で、四角に細編みで、指で押さえていた下から3つ目、3つ目に細編みをします。これで細編みの1段目が終わりました。次は2段目、鎖1つ裏返します。で、根元に細編み、次も細編み、この2段目はずっと一つに一つの細編みを続けます。このまま端まで一つに一つの細編みを続けます。端まで来ました。ここに最後の細編み、
これでこの広い面が終わりました。で、この糸端は切らずに置いておきます。こんな感じでほどけないようにしておくといいかと思います。で、これで広い面が終わったので、反対側も同じように細編みをしていきます。で、両方出来上がったら、次は組み立てていきます。表と裏を確認して、表を上にします。バッグの形に整えて置いてみます。今2箇所から糸が出ているんですが、どちら側から始めても大丈夫です。この時、広い面を上にします。広い面を上にすると、細編みでつないだ時、細編みの表がこっち側になります。こっちではなくて広い面を上にします。で、こことここを合わせて細編みをしていきます。合わせる位置は、ここが三角、こっちは四角、この間から合わせて、で、この細編み2つとこの四角、次から四角と四角、ずれやすいのでマーカーをつけておきます。で、この最初はこの細編み2つとこの四角、端の四角で、四角を合わせて何箇所かマーカーをつけていきます。で、最後はここが角、ここが端になります。この四角がずれないように細編みをしていきます。で、まず四角を1つ、根元に細編み、入れやすいところに入れていきます。向こうは三角の下の四角、ここに針を入れます。で、細編みで合わせます。次の細編み、次は四角と四角の間、こっちから見ると四角と四角の間、ここに針を入れます。で、次は四角と四角、四角の中に針を入れて、次はここ、次また四角で、ここ、四角で、これを繰り返してここまで編んでいきます。端まで編んできました。ここが角から数えて2つ目の四角のところ、最後は
ここに最後の細編み、ここが角になっています。ここに細編みをして、で次は細編みをしないで糸を切ります。で、とじ針で始末します。ちょっと長めに糸を残して糸を引き抜きます。で、これが目立たないようにしながらちょっと絡めた後に裏で見えないように隠します。こんな感じにしました。で、ギリギリまで縫わなくても大丈夫です。で、裏に通します。で、裏でこの縫い目のところに隠します。また表を上にして反対側の糸の出ている方、糸玉につながっている方、ここも合わせて今と同じように編んでいきます。細編みで2箇所閉じ合わせました。残っているのはあと2箇所、糸の出ていないところ、今度はここを細編みしていきます。で、逆にしてで、そこから細編みをしていきます。これが角、こことここを合わせます。こことここ、こことここで、今広い面が上になっています。で、角から一つ目の四角には編まないで、次のこの横のラインで新しい糸で、これは後でとじ針で縫うので少し長めに残しておきます。で、糸を引き出して鎖を一つ、根元に細編み、次は四角、次はここ、先と同じです。ずっと閉じ合わせてこの端まで編んでいきます。細編みの手前まで来ました。今四角に細編みを編んだところ、次はこの細編みの下の方で、この四角と四角の間、次は細編みの上の方、四角の中、ここで鎖一つを編むようにして糸を切ります。で、反対側も同じように編んでいきます。この糸端はさっきと同じように針でちょっと縫ってから隠します。ようやくバッグの形になりました。
最後に細編みで一周します。スタートするのはこの三角の少し上、ここぐらいから始めていきます。で、新しい糸を引き出して鎖一つ細編み。この糸足は編みくるんでも大丈夫です。で、これが一つ目の細編み。見分けにくくなりそうだったらマーカー。次は四角。次は四角と四角の間。次は四角。次は三角と四角の間。次は三角。次はこの三角と四角の間。ただここでカーブを作りたいので、まずこことこことここから糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。まず一つ目はここから糸を出して、次はこの細編みの端、次はこの細編みの端、それぞれから糸を出します。まず一つ目、次は二つ目、三つ目はこれを一度に引き抜きます。で、こんな感じになります。次からは一つずつ、今糸を出した隣から一つに一つずつ、このまま一つに一つずつ編んで、この手前までまたここでカーブを作るので、そこまで一つに一つずつ編んでいきます。一つに一つの細編みをしてきました。またここで3つを一つにします。まず一つ目はここ、二つ目はここ、三つ目はここ、三角と四角の間、ここが合わせたところ、この少し下、まずここ、次はこの細編みの端、次はこの三角の下で、ここは幅が広いので細編みを2つしたいと思います。これで今針にかかっているのは4本。一度に引き抜きます。これでカーブができました。で、次はこの合わせたところ、ここは幅が広いので今ここに編んだんですが、もう一つここに細編みをしたいと思います。この三角の下のところ、でまた三角、さっき下のと同じです。三角、三角と四角の間で四角、
間、四角、間で、これでスタートしたところまで編んでいきます。一周してきました。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を切ります。最後の細編みから糸を抜いて、最初の細編みに針を入れます。本当はここから2つ目に針を入れるんですが、今回はここの間隔がちょっと狭いので、1つ目に針を入れます。1つ目の細編みの手前から向こうで、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、後ろの細編みも通って、で、糸を引き締めます。で、これでこの渡した糸が他と揃うようにします。で、あとは裏でほどけないように糸を通します。反対側も同じように細編みで一周します。他に出ている糸端があれば針で隠します。こんな感じに出来上がりました。とてもいい感じに出来上がったと思います。で、まちが広くて大きいので、たくさん物が入って便利なサイズになっています。で、大きいんですが透かし編みで作ったので、すっきりとしていてあまり重い感じはしないと思います。ストラップも同じように透かし編みで編んでいます。すっきりとした感じになっています。で、この細編みがアクセントになっていて爽やかな感じになっています。夏に使いやすい感じになっています。で、この部分を狭めて編んだので、肩にかけてもここが広がりにくくて使いやすくなっています。サイズは大きめです。本体の縦は27、横幅は34、底の幅は9センチ、ストラップは55、重さは210。この玉でいうと5玉。最後までご視聴ありがとうございました。